将来性あるかどうか。将来性。どうだろうね。だって、将来って分かんないよ。まあ、少なくとも俺スト5でキャラやっぱすげえ弱体が食らってるし、将来性をさ、探るじゃん。で、キャラが強くなると弱くされるんだよね。むずいよね。頑張って攻略伸ばしましたっつってさ。伸ばした結果、なんか強いっぽいから弱くされますみたいな。結構あるからね。まあ、キャミーとかはかなり強かったんじゃないかな。長い間。うん。まあ、ベガも強いけど、なんかちょっと、その、周りが弱くなった結果、こう出てきたかなっていう感じかな、俺は。昨日試合見ると最終的な複数キャラ持ってると強い人と、まあけど、まあルーク一本でね、あそこの勝ち方しましたからね。まあルークでもええんちゃうかっていう。あとね、まあね、劣化系のキャラは、やっぱ使いたいとは正直あんま思わないかもしんない。ミカってさ、キャラそんな強くないなと思ってやってるんだけど、やっぱミカはミカなんだよね。で、カリンの弱体化で一番きついのは、やっぱりルークっていう明らかに上位互換がいるっていう。なんか明らかに上位互換がいるっていうのは、やっぱりね、きついと思う。そのキャラが強いか弱いかっていうのと、その個性があるかないかっていうのもやっぱすごい大事だと思うから、俺はミカは別にずっと使ってたと思う。だからなんかその、やっぱりなんだろう、道着っていう色のキャラはやっぱり、その常に、その、他の道着との強さを比べられちゃうの、常にね。そこがね、やっぱね、道着の難しいところだと思うよ。だから時々とかはちゃんとさ、強いさ、その時の道着のキャラに変えれるじゃん。まあ、竜から、ゴーキって、で、今はルークです。まあ、だからそういう道辿るとは思うんだけど、まあ、道着でキャラ愛持つ人は、だからもう結構マイナスだと思うね。道着使いは道着を愛さないといけないっていうね。道着を愛さないと、その、調整次第でやばいことになってしまうっていうね。まあ、キャラ愛はいいことなんでね。まあ、そのまま使えばいいと思うんですけど、まあ、そういうのに悩まされちゃうよね。キャラ選び。いや、あのね、大事なことは勝つことっす。キャラ選びを正解とかミスとかは、本当に俺はどうでもいいと思ってますよ。だってキャラ選び合ってましたって、まあ例えばさ、前回の SFL とかって、ルーク使い自体はそんな勝ってないんだよね。で、ルークってさ、間違いなく当たりキャラじゃん。けどさ、みんながさ、ルーク対策うまくってさ、自分のルークに対する連動と、相手がルークに対する見識の広さというか、その連動がぶつかった時に、やっぱ、ルーク使い結構大変そうだったから、やっぱ大事なのは、勝ってるかどうかだよね。だからそんなね、なんかね、当たりキャラをね、なんか探してやるっていうのはね、ちょっと危ないかもしれないね。まあだから、まあなんだろうな。普通になんだろう、対戦するとかだったら、まあ強いキャラ選んだ方がいいと思うんだけど、強いかじゃなくて勝てるかってことです。そうだと思いますよ。あ、SFL はね、特にね。だって、その対策もみんなすごいするしね。てか、まあもっと言うと、勝てないと意味ないじゃないですか。だから強いキャラ使って勝てたらさ、楽じゃん。だけど、そうじゃないじゃん。悲しいことに。そんななんかシンプルじゃないじゃん。最強キャラ4体と強キャラ4キャラの SL チームどっちの方が強いかな。どうなんだろうね。ルーク4体とかだったら強かったと思うけどな。まあただまあルーク、コーディ、ダルシム、ベガポイズンみたいな感じでキャラばらけてる方が強いかもね。